藩石奉還と廃藩置県について共通点、違い、目的、内容、影響などを説明します。まず共通点からです。藩石奉還も廃藩置県も明治新政府が日本でトップに立ち、地方に強い影響力を及ぼせるようにするための改革でした。硬い言葉で言うと、政府が地方を直接治める中央集権国家を作るための改革です。で、中央集権っていうのは、土地や人民を治める権利、そのためのお金が政府に集中している体制のことを言います。で、その対義語、反対の言葉が地方分権です。地方分権っていうのは、土地や人民を治める権利、そのためのお金を政府から地方に移している体制のことです。で、もう一回言いますが、藩石奉還も廃藩置県も中央集権国家を作るための改革でした。で、このことをちゃんと理解するためには、当時の日本の状況を分かっておかないときついと思うので、ちょっと過去に遡って説明をします。江戸幕府が滅亡するあたりから話をします。幕末、江戸幕府は危機的な状況に追い込まれていました。江戸幕府に対する人々からの信頼がなくなって、薩摩藩、長州藩を中心に幕府を倒すぞっていう雰囲気が強くなってきていたんです。で、そのような状況で1867年10月14日、15代将軍の徳川慶喜は大政奉還を行いました。朝廷に政権を返して徳川家中心に新政府を作ってみんなで話し合って政治をしていこうってことを決意したんです。で、この大政奉還によって朝廷が政治を行うことになりました。ですが、何百年も政治から離れていた朝廷に政治を行う力はなかったので、その後も徳川慶喜中心の体制が維持されたままだったっていうのが実態だったようです。そこで徳川慶喜って邪魔だよなって思っていた武力倒幕派は、武力を背景に朝廷でクーデターを行い、朝廷内の徳川派勢力を排除し、徳川慶喜抜きの新政府樹立を宣言しました。このことを王政復古の大号令と言います。で、こうやってできたのが明治新政府です。で、明治新政府に反発した徳川慶喜らの旧幕府勢力は、1868年1月から新政府とバトルを始めました。この内戦のことを戊辰戦争と言います。で、戊辰戦争が進むとともに、新政府は旧幕府が支配していた土地を没収していったわけですが、新政府にとってどうしてもクリアしなければならない課題がありました。それは、天皇と各地を支配している大名との関係が不明確で、旧幕府から没収した地域は新政府が支配したけど、それ以外の地域はそれぞれの藩が支配していた、つまり新政府が影響を及ぼすことができない土地だったっていう課題です。で、江戸時代においては徳川将軍は大名と主従関係を結んでいて、将軍は大名に対して御恩として土地の管理を任せていました。年貢をゲットする権利を与えていました。この大名の領地、支配している土地のことを藩と言います。つまり日本列島は将軍、幕府が支配していた地域と将軍が主従関係を結んでいた武士が支配していた地域とに分かれていたということです。で、このように幕府と藩が土地と人々を支配する仕組みのことを幕藩体制と言います。で、そんな江戸幕府の仕組みが1867年に崩壊しました。大政奉還と王政復古の大号令によって天皇を中心とする明治新政府が誕生し、徳川将軍が否定されたわけです。ところが、だからといって天皇と大名が新たに主従関係を結んだわけではありません。大名ってあくまで徳川将軍と主従関係を結んでいただけなんですよ。なので、徳川将軍が否定された後、天皇と各地を支配している大名との関係はいまいちはっきりしていない状態でした。戊辰戦争が進むとともに新政府は旧幕府が支配していた土地を没収していきましたが、大名が支配する藩は未だにそのまま残ったままでした。これでは天皇を中心とする明治新政府が日本全国隅々まで影響力を及ぼすことはできません。で、この課題を解決するために行われたのが藩石奉還です。で、次、藩石奉還の内容について話をします。藩石奉還は
大名が土地人民を治める権利を天皇に返す政策です。で、藩ってのは藩と、各藩の領地のことを意味していて、籍っていうのは戸籍、領民それぞれの人々のことを意味していました。で、藩籍奉還の流れはこんな感じです。1869年1月に明治新政府の木戸孝允と大久保利通たちが中心となって薩摩、長州、土佐、肥前の4藩主に土地と人民を朝廷に返しますって出願させました。で、その後多くの藩がこれに倣って藩籍奉還を出願します。で、1869年6月に明治新政府はまだ藩籍奉還をしていない藩に藩籍奉還を命じました。こんな感じの流れです。じゃあ次、藩籍奉還の影響について話をします。4つ説明をします。1つ目、藩籍奉還によって天皇が全国の土地人民の支配権を持つっていうことがはっきりしました。2つ目、存在の根拠が失われた大名は明治新政府から地藩事っていう役職に任命されて地方の支配を任されました。で、これ結局のところ元大名が地方を支配してるんだったら全然変わってないじゃんって思うかもしれませんが、全くもってその通りで、このことが後で問題になります。3つ目、藩の財政がクリアになりました。江戸時代は藩の財政などを幕府に報告する必要がなかったので、大名のプライベートな支出と藩のための支出がごっちゃになっていたみたいです。ところが藩籍奉還の後は藩の財政を報告することが義務付けられて、旧大名には地方支配の給料として今までの年貢収入の10分の1にあたる家禄が与えられることになりました。こうして地方支配の役人、地藩事ですね。地方支配の役人のための支出と地方支配のための支出がはっきりと分離されました。4つ目、大名の存在の根拠が失われたので、藩主と藩士の主従関係が解消されました。で、そこで明治新政府は武士などに対して新しい呼び方を導入しました。藩主と公家は家族と呼ぶことにして、藩士と旧幕臣は士族と呼ぶことにしました。以上が藩籍奉還の説明でした。ここから廃藩置県の話をします。で、藩籍奉還によって日本は中央集権国家に一歩近づいたんですけど、まだ課題は残っていました。それが徴税と軍事の権限はこれまで通り各藩が握っていたっていう課題です。結局大名が地藩事っていう名前に変わっただけで根本的な部分は江戸時代の頃とほとんど同じだったんですよ。で、徴税と軍事に関してそれぞれ説明をします。まず徴税、税を集めることに関してです。藩の中で徴収される年貢は新政府に納められるっていうわけではありませんでした。で、一方、明治新政府が直接支配した土地、直轄地、府県っていうんですけど、それは全国の4分の1ぐらいで、明治新政府はその限られた地域から年貢、税を集めるしかなかったんですよね。しかも新政府が支配している地域の人々は、年貢を厳しく取り立てるんじゃねえって一揆を起こしたりしました。で、こうして明治新政府は財源の確保に苦しむことになりました。次、軍事についてです。藩は旧藩士、元大名の家来ですね。旧藩士を担い手とする常備軍、藩兵を持っていました。一方、明治新政府直属の軍隊っていうのは存在していませんでした。日本のトップに立った明治新政府が軍事力を持っていないっていうのは大問題ですよね。で、これらの課題を解決するために廃藩置県という政策が実行されました。次は廃藩置県の内容について説明をします。廃藩置県はすべての藩を廃止して代わりに県を設置し、全国を政府の直轄地とする政策です。具体的に言うと、旧大名である地藩事を罷免、やめさせて東京に住むことを命じました。多分ですけど、彼らが地方に残っていたら影響力を及ぼすことができてしまうからかなって思います。で、地藩事を罷免して東京に住むことを命じた後、地方支配は中央政府が派遣する官僚に行わせることにしました。この官僚のことを府知事県令と言います。ちなみに府ってのは東京、大阪、京都のことです。で、この政策、廃藩置県は
明治新政府にとってとてつもなく大きな仕事でした。藩を潰して旧大名の既得権益、もともと持っている権利を否定するわけですから、元藩主、知藩士たちの大反発が予想されます。下手したら国内で戦争、内戦が起きる可能性だってあります。そこで明治新政府は軍事力を固めた上で、具体的に言うと薩摩、長州、土佐から藩兵を集めて御神兵っていうのを組織しました。こうやって軍事力を固めた上で一挙に廃藩置県を実行しました。実際には藩からの抵抗はほとんどなかったみたいです。戊辰戦争ですでに藩は財政的に、いろんな意味でボロボロな状態だったので、もう抵抗する余裕がないっていう感じだったみたいです。次に廃藩置県の影響について話をします。廃藩置県の結果、税金を集める権利は政府に集中をして、藩兵は解体されました。こうして藩籍奉還、廃藩置県の目的である明治新政府が日本でトップに立ち、地方に強い影響力を及ぼせるようになるっていうことが達成されて、中央集権国家の体制が整ったわけです。最後に藩籍奉還と廃藩置県の違いについてです。藩籍奉還も廃藩置県も明治新政府が日本でトップに立ち、地方に強い影響力を及ぼせるようにするための改革ですが、具体的な内容や実行の仕方などなどに違いがありました。で、違いをまとめるとこんな感じかなと思います。はい、以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。